皆さんこんにちは、メイヨンです。どれが一番いいのか。最後の。前回は庭の水はけがめちゃくちゃ悪いってことで、穴掘って砂利敷いてパイプ置いて砂かけて庭の水はけ改善作業やりましたよね。これゲリラ豪雨の後の映像で、暗くなるまでに100ミリぐらい降ったんですけど、その水はバッチリ排水されてて、明るくなる頃には全部はけきってたんで、暗渠排水の効果は抜群でした。それで今回は、前回フェンスの裏の部分、庭の部分の水はけ改善ってことで暗渠排水を作ったんですけど、その時にね、もともとあった土をのけてパイプを入れて砂利詰めて砂詰めてっていうことをしたんで、もともとあった土がね余ってる状態なんですね。で、これをどうするかっていうので、どの袋に入れて捨てちゃうのも一つ手なんですけど、ちょっとそれももったいないんで、ちょっとそれを今回は利用して、このフェンスの手前の今映ってるこの部分、ここに、畑を作りたいと。で、ちょっとただ土を置くだけもつまんないんで、ここに今回はレイズドベッドを作りたいと思います。もともと暗渠管設置した時って、途中で分岐させてこっちにも伸ばしてたんですよね。それはこれを予定してのことで、あらかじめ仕込みをやってました。そんなね、めんどくさいのを作る気もないので、簡単にささっと作ってしまいたいなというところで、早速作業開始。まずは基礎になるブロックを並べて、穴を掘る幅を確認してます。ブロックは廃材を再利用。掘る幅の確認が終わったらいつも通り穴掘り開始。今回はそんなに深く掘る必要はなかったので、発力は使わず手作業で全てやりました。掘り終わったらブロックを穴の中に置いて仮設置。ブロックの下に砂利を敷いて軽く転圧。水平器で確認しながら水平を取って、左右はいつも通りアルミの角材を使って水平のバランスを確認。玄関アプローチからの距離も測ってブロックの位置を調整していきます。ブロックをモルタルで固めるのは今回はしませんでした。固めちゃうと嫌になって壊したくなった時にちょっと大変なのと、前に作ったやつでね、固めてなくても問題ないよっていうのが分かってたので、同じように固めずいくことにしました。こんな感じでブロックは並べ終わりました。ただこれだけだと少し寂しいので塗装することにしました。でもその前にブロックの穴に作業中に物が落ちるとちょっとめんどくさいんで、余ってた石と砂利でブロックの穴を埋めちゃいました。そしたら高圧洗浄機を準備してブロックの表面の汚れを落として洗浄、塗装の準備をします。乾いたところで塗装作業に移ります。今回使う塗料はこれ、ニッペのデコボコベースですね。こいつを塗っていきます。希釈水で 5% 以内らしい。希釈は大変なの？ 5% 以内で希釈してもいいよだと。ちょっと粘土が結構硬いねこれ。すごい、ただの生クリームっぽい。ちょっと水入れようかな。もともとこいつはウッドフェンスのフェンスブロックを仕上げるように用意してたんですけど、こっち先に作り始めちゃったんでね、先に使うことにしました。水で一応希釈したんですけど、結構硬くて塗りやすくはなかったです。表3面塗って分量としては終了。フェンス側の裏は普段見えないんで塗らずにパスしました。こんな感じで塗り終わって仕上がりはこんな感じ。一旦乾燥を待ちます。よっしゃ、上物やりますわ。こっからは基礎の上に乗る上物を作り始めます。まずは寸法を測定。上物の骨になる木材を準備していきます。今回買った木材はこれだけで、残りは廃材の中から使えそうなやつで賄いました。さっき測った寸法をもとに骨となる木材にひたすらカットするためのマーキングをしていきます。マーキング終わった木材をいつも通りチップソーでカットしていきます。マーキングした分をひたすらカットです。続いて柱の方にもマーキング。実際の高さになる板を並べて印をつけて、さらにそれを測って正確にマーキング。柱はチップソーじゃ切れない厚さなんで、丸ノコの往復でカット。画面ではね明るく見えてるんですけど、夕方の暗がりにやってたんで、最後の方は結構手元が怪しくって結果悲劇が起きます。はい、見事に切り違えました。だいたい2ミリぐらい
段差できちゃってますね。中で見えなくなる部分ではあるんでいいっちゃいいんですけど、気になるし、切り違えたのが幸い高い側だったんで削って修正することにしましたってことで、リカバー開始。まずはセーバーソーを使ってざっと段差を削ぎ落とします。そしたら保護具を装着。サンダーを使って残った段差を削り落として、これで修正完了。材料の切り出しはこれで完了で、ここからは塗装タイムです。使う塗料はこれ。フレームの中になるんでね、雨風が直接そんなに当たるわけじゃないし、塗らなくてもいいっちゃいいんですけど、手抜きして傷みが早くなったりするのも嫌だし、塗料もね結構余ってるんで今回塗ることにしました。柱も6本分しっかり塗って、一旦塗装はこれで完了。こんな感じで塗り終わって乾燥を待ちます。塗料が乾いたら柱を予定の位置に置いていきます。続いて骨材の方に下穴を開けて留めていく準備をします。下穴に沿って柱に固定。次の穴も下穴を開けて同じように固定ですね。もうほとんどこの作業の繰り返し。どんどん柱に骨材を留めていきます。これで表裏の下側は完了。そしたら今度は表裏をつなぎ合わせて留めていきます。まずは下側からですね。表裏と同じように先に下穴を開けてコースフレットで留める、この作業の繰り返し。片側留め終わったところで一旦寸法をチェック。反対も同じ幅になるように寸法を測りながら下穴を開けていきます。下穴が開け終わったら片側を留めてもう一回寸法をチェックして反対も留めていきます。いいでしょ。下側全部留め終わったんで、今度は上側の作業に移ります。水平器を使いながら水平をざっとチェックして留めていきます。いつもの角材とクランプを使いながら左右も同じ高さになるように確認しながら留めていってます。木材の反りもあるし、最終的にかさぎと外側のパネルでごまかすんで大体しか見てないです。表裏の上側が終わったんで、続いて左右の上側です。ここでも寸法をよく確認しながら同じ幅になるように留めていってます。こっちの面を留めて一旦全周留め終わりです。センターで分割してて合成ちょっと足りないんで、アルミのフラットバーを使って仮で補強します。現物でマーキングしてアルミのフラットバーもこのチップ層でカット。フラットバーだとね合成足りないんですけど、手元に材料なかったんで仮で補強。留め終わったら縦側もどんどん補強していきます。これ真ん中間違えてて 2x4 の廃材に変更しました。さっき売ってたのは後で打ち替えました。留め終わったら後回しにしていた小口にもしっかり塗装をしておきます。材料調達してきました。アルミの L のアングルですね。こいつをさっきのフラットバーと入れ替えます。チップ層でカットして2本の補強バーと4つのピースを取りました。補強バーの方はあらかじめ下穴を開けておいてフラットバーと入れ替え、上側にも L のアングル追加して3本で補強。内側に入る土止め用に端にも木材を追加。L の補強バーと一緒に切り出した4つのピースはここに使いました。こいつも内側に入る土止め用のストッパーの役割をします。あとは左右に縦の針を入れて骨組みの作業としてはこれで完了。こんな感じで組み終わりました。フレーム作業のラスト、中に土止め用のカネライトフォームを入れていきます。普通の発泡スチロールとかでもいいと思うんですけど、持って帰るちょうどいい大きさで売ってたのがこいつっていう理由でこれを選びました。内側に入れたらブチルテープを使って固定していきます。左右に留めてたねアルミのピースはね、この時のストッパーの役割で使ってます。前面に土止めを入れてテープで留めたらフレーム作りはこれで完了。例によって予定より時間はかかりましたね。1本にするにはちょっと長くなりすぎるんで今回一旦ここで切ります。続きもよかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。タイルフォーム。カネライトフォームね。これが
とファーム。私毎回これじゃない？上に行き過ぎじ